普段作曲家として、コンペとか、僕はよくメインで作ってるわけですけども、アレンジとかですね、楽曲制作する中で、そのどういう流れで、曲を作っていくかっていうのを、ざっくばらんにといいますか、ありのままに見せられたらいいななんて思ってやります。よろしくお願いします。そうですね。僕が曲作る時には、最終的に出来上がるテンポ感を重視するので、まずバラードなのか、アップテンポなのか、BPM を決めるところからですね。で、例えばじゃあ今、僕はちょっと早めの、ちょっとアップテンポの爽やか系を作ろうかななんて。アップテンポ、150ぐらいから始めて10ずつ上げて考えていく。で、だいたい BPM をね、出しながら、こんな感じでちょっと肌触りをやってみます。なんか爽やかにはなりそう。もうちょっと早くてもいいかな。60みたいな。もうちょい遅くてもいいのか。157ぐらい。この BPM がないと結構破綻するというか、なんか、本当はね、外歩いてたりして浮かんだメロディーを、BPM に後に変換することが多いんですけど、本当今何の策略もないバージョン。こういう時って結構あるんですよ、やっぱ。急遽作んなきゃいけないみたいな時には、BPM 結構大事にしてますね。で、なんか自分の慣れた楽器、僕はピアノですけど、慣れた楽器で、ちょっと弾いてみた最初のその手触り感とかで、曲を探していくでいいと思うんですよ。これで打ち込んでますね。こうやって今打ち込んだんですけど、これは別に完成でもなくメロディーもあるわけでもなく、適当になんか雰囲気ものを打ち込んでます。で、この雰囲気もののコードを打ち込んだから、ちょっとメロディーを当ててみて、ちょっといいのが出てきそうなところがあったので、それをちょっと自分で、スケッチと言いますか、取っていく感じですね。メロディーを、作る時にそのシンセメロって入れるんですけど、僕はこのプロローグというので入れていて、弾いててテンションの上がりやすい、音色で打っていくんですけども、これって、人それぞれで、シンセメロ打ち込まず、歌ったりしてやっていく人がいるんですけど、それって自分の感覚なんですよね。その歌った喉が気持ちいい人は喉で表現するんですけど、僕別に歌わないし、メロディーを鍵盤で弾いて指が気持ちいい位置っていうのをちょっと覚えてたりするので、僕はシンセメロでやっていると。で、その選び方が、この音色だとどうしてもね、テンション上がらないわけですよ。なんだこれみたいな。おまぬけかよみたいなね。で、僕、このプロローグの、プリセットもう開くとね、いきなり入ってますけど、いつも選んでるから、スクエアリードって言って、スクエアですね、この音色。これで入れてます。で、これだと、実際今、いい感じには聞こえてるんですけど、なんかいい感じには聞こえてるんですけど、最終的にシンセメロだけで聞いていくと、耳に痛くなるんですよ。なんで、僕あらかじめアタックっていうのをちょっと遅くしておきます。これアタックをあると耳にね、耳障りで、これね、この耳障りが結構テンションに関わってくるんですよね。なんかだんだん煮詰まってきた、絶対煮詰まってきたり、うまくいく時もありますけど、その時に耳に痛いと曲を書き続けるテンションが少なくなるんで、もうそれが大体流れの経験で分かってるんで、アタックは弱めにしておきます。そうすると長時間メロディー考えてても長続きします。ちょっと僕のまたもう一つおすすめなんですけど、この最初スクエアリードプリセットを選んで、この一番左のオシレーターのソートゥースにすると、これなんかも僕は
使ってますね。シンセメロに。で、ちょっとこれで打ち込んで様子を見ていきましょう。この打ち込んだ時に、こういうかぶりをよく入れるんですよ。着離を表してますね。これなんかないとテンションの問題なんですよ、これ。というよりもなんかこうしゃくってる感覚とか、わざと、下からぶつけると、ちょっとテンション上がりやすいみたいな。この辺からちょっとずつリハモなんていうのを僕はすでに決めたコードから始めていきます。なんかのバージョン以降はこのトラックバージョンっていうのが使えるんですけど、バージョンで管理で新規バージョン、バージョン2っていうね、メロディーが試せるので、これよく使ってますね。やりたくないけどコントロール Z で戻せる。これコントロール Z、コントロールシフト Z。一回これもハーモニーの方もちょっと試してみます。なんか今やったのは、さっきのうちのバージョンだと、2小節単位のコードなんで長いから、これいわゆる決めとかがない、コード進行ですね。決めがあると、ライブの絵が見やすくなるので、なんか曲を作ってても、なんか見えてくる。こういう給付っすね、こういうところの給付っすね。こうやって聞いていくと、このコードの流れが割と自然なんで、またちょっとメロディバージョン作ったんで、こっちに違うメロディを入れてみようかな。この辺からですね、シンセメロ頼りだけじゃなくて、ちょっと自分の歌もさっき喉は使わないなんて言ったんですけど、ちょっと歌ってみたりはしてます。ちょっとふんふんやりながらね、考えますけどね。このぐらい入れとけば、俺の好きな感じになりましたね。ちょっと決めっぽい落ち着くとこを入れとこうかな。このシンセメロの長さなんですけど、割とこのスタッカートだとかなんとかで、印象変わっちゃう。例えば、リアルタイムで弾いた時に短くなっちゃって、このまま、これだけだとなんかメロディ変だなって思い出すんですけど、実は自分の印象の中で長い、音歌が長い方が印象なので、例えばリアルタイムで弾いちゃって、これいちいちこうやって戻すのって、割とこの間にインスピレーション消えちゃうんですよ、この数秒ですけど。なんで、これ、長さをショートカット一発で変えられるように設定するっていうのも、なんつうんですかね、モチベーションって言ったらおかしいですけど、自分のインスピレーション下げないための技。例えば、ここはいいですけど、こういうところをこうやって。メロディーだけじゃなくてもね、なんかピアノのデータとか整えるにも、このノートの長さを一発で整えるショートカットを入れとくと超便利です。ここら辺で僕はちょっとドラム入れたりしますね。で、ドラム入れるんですけども、最近ね、スーペリアね、めっちゃアンビ感含んでて、合う時と合わない時があります。めっちゃドライにしてカツンカツン、パツンパツンみたいな。ブロンズ一発出したいって時は、BFD とか僕使うんですけど、そうです。だしなんか、すげえ立体感あるんで、まずはこいつで入れといて、後でエレドラとかにするにしても、例えばハウス系のキックだとかにするにしても、まずはこいつで打ち込んどいて、様子を見るみたいな。で、まだこれ僕プリセット、いわゆる BFD とかもそうですけど、立ち上げると使いやすいプリセットみたいのがあって、
とりあえずこのポップロックっていうなんかジャンルがあるんですよ、プリセット開くと。とりあえずなんか、当たり障りない。この辺です。なんか爽やか系のテンプレートってその曲を出来上がりのテンプレートをイメージしてやろうと思っていて、今入れようとしてるのは、ハイハットにキック、ダッドみたいな、めちゃくちゃよくありますね。もう手垢つきすぎだろっていうぐらいのやつを、ちょっととりあえず入れとくとテンションが上がるっていう。こうやってちょっとぐらいのミスとかはね、もうどうでもいいんです。そういうので、ミスして立ち止まってると、それもインスピレーションを失うので、不穏対ストレス 100%。これが入れる入れないだけでも全然見えてくる絵が全然違うので、まずこういうのを入れちゃいますね。で、これ僕は今日こういう順番でやってますけど、だいたい全体をこうピアノ決めで入れながらサビまで作っちゃう時とかもあったり、今これ、インスピレーション先に伸ばすためにですね、入れてみました。で、この段階では全然、今サビも何もできてないので、こういう時もあります。こういう日もあります。サビとかも全然浮かんでない日。でもなんかこの感じだと全然いいサビができる予感はするので、もうそんな時はアコギで行くのか行かないのかまでちょっと想定してやります。で、僕はこの AGT っていうね、アコギをフレーズものとかアルペジオ用で、この AGT、アコギテーラーなんですね。これね、形が完全にテーラーですね。のやつを使ってますね。多いっすね。多いです。爽やか系の時は割とまずは入れてみよう的なぐらいで入れてますね。結局やってみて、なんか収益とかが埋まりそうだったら、やらないかなっていうこともありますけどね。で、割と、さっき言ったように、そのサビとかまでの道のりが決まってない時は、割とここで入れたら、また全然変わるっていう時もあるので、ここでちょっと一旦ピアノはミュートですね。これはちょっと言っときたいやつですね。そのギタリストにしても何しても、全然難しくないんで、この鍵盤でギターとかをアルペジオぐらいは入れられるようになった方がいいかなみたいな。制作スピードが速くなるっていう感じですかね。で、僕の場合、ギター自分が弾けないので、割とここではイメージだけです。デモで入れといて、最初にギタリストはこんな感じでって言うと、ちゃんとやってくれるので、まずは入れときますねっていう感じで。なんかピアノ弾く感じで、ピアノってオクターブ超えると難しいんですけど、コードを弾いてただバラしてるだけなんですよね。ドミソっていうのを弾いて、ナインスなんですけど、次こうただコードを弾いてただバラバラバラしてるだけっていうのを弾いただけです。これはなんか雰囲気出すには結構使えるんで僕は使ってます。でもう即座にクオーダーズ 100%。でちょっと音がぶつかってようかぶってようかまずは無視。今こう聞いた瞬間、アコギのイメージはあったんですけど、僕の印象アコギ鳴らしすぎかなっていうちょっと今自分で思って、で、こういう時はもうまたバージョン作ってこいつ消して、ピアノがやっぱコードを鳴らしていいかなみたいな。ポップスの中で僕フックっていうのを意識してるんですけど、フックをどうしようかな何も考えてないですからね。とりあえず気持ちいいものを作っちゃってるみたいな感じなんですけど、後で絶対引っかかる部分は作んなきゃいけないんで、じゃないとなんかどこを楽しみにして曲を再生していいか分かんないじゃないですか。で、アコギは入れたいので、アコギはちょっと違うコードじゃなくて、シンセでいうシーケンス的な
トラムもいわゆるただのコード鳴らしっていうよりも楽器特有の音な気がするので、ある意味効果音ですよね。ギターのジャランっていうのは。なんか音域が埋まっちゃいそうでも僕はこれを恐れずに使ってます。で、ちなみにこの a マイナーの時に度数で言うと6度のマイナーですね。C メジャーで言うと a マイナーっていうのなんですけど、6度の時にちょっと逆になっちゃってるんですけど、薄くナインスを足してやるとそのコードが直じゃなくて音が滲むんですよね。その直はこうなんですよ。まあこれマイナー7、これは普通に a マイナーですけど、僕薄くこいつを薄く足してやると a マイナーなんだけどもちょっと音が滲んで、なんつうんですか、ダサさじゃないですけどストレートさみたいなのを回避できるみたいな感じで僕は結構使いますね。でヨドとかも、でもヨドっていうのはごめんなさい、今僕 F っていうファラドっていうのを弾いてるんですけど、 a マイナーさっきのラドミっていうのもナインスを足したし、今のファラドっていうのもナインスを軽く足してあげるみたいな感じでデモのデッサンっていうかスケッチをしていってます。で後にその本当にストレートにしたかったら今のナインスは取っ払うだけで、まずはちょっとストレートな響きはちょっと省いていくみたいな。ちょっとメロディーを変えたくなってきましたね。この先ね。ここまでできちゃうと本当トラックメーカーにトラック渡されたような状態なので、もうメロディーつけ放題です。これこのまま本当に何も考えないですよ。何も考えないで続けた場合、ちょっとやってみますね。みたいな、機能で言うと、サブドミナントドミナントっていうのを置いて偶数偶数で置くんですけど、もうありきたりすぎて予想がつくし、こう来るだろうなっていうのになっちゃうんですよ。これを回避したいっていう意図で、悩んでます。で、例えばね、偶数ってみんなこう想像しやすいもんなんですよね。仮のメロディーみたいにちょっと入れてみますけど、適当に。こんなのね、あ、そうですかっていう感じなんですよ。正論みたいな。で、何をするかっていうと、偶数にならなくするとか、そういう単純なやつでいいんですよね。もうみたいな。って言って次に行くみたいな。そうすると結構割と、みたいな。ちょっと驚いたことだったら次で回収するみたいなことはよくあります。ってやってまたってやると、なんじゃこりゃってなっちゃうので、回収するとこと気持ちよさをね、回収するとことしないところをちょっと明確にやっていくみたいな。ちょっと今弾いたやつ何気にハッとできるんで。これだけでいくみたいな。でもこれ給付がないといけないので。いやでもちょっとこの1小節って長さいいけど、これだコードだとつまんないんで。そうですね。ちょっとキーも同主調って、モーダルな方がいいかな。で、
今こうやってやってるのは本ちゃんに入れるわけじゃなくて、なんかこう四つ打ちのベースのスピード感もあるようなイメージで。これみんなやってると思うんですけど、そのクオンタイズのこの画面で作業すること結構多くて、何かっていうとコピペとかをするときに、まあほとんどの人やってますね。このクオンタイザプリセットに入れてすぐ切り替えられるようにしとくっていう。で、よく使うのはこのキューベース上の話になっちゃうんですけどね。範囲選択っていうので、小節ごとにこういった範囲選択できるっていうのは全音符にしておくと。まあこれ元から入ってないので、まあカスタムで2分の2分音符、4分音符、全音符みたいな。この横にもこういうのがあるんですけども、これ基本クオンタイズ値で。まあこう来ると一気に雰囲気変わって、次のパートいったなっていう感じが出ますね。まあ予定調和のね、偶数のはいはいみたいなやつからはちょっと変えてくるみたいな。こういうね、よく見るとこういうミスタッチしてるんですよ。こんなのデモっていうかそのデモじゃねえ、ラフだから、とりあえずはもう何でもいいんですよ。こういうのね、気にする人いいんですよね。この直して、ここだけ直してて5分みたいな、ここに打ち込んで5、6分かかってるとかしたら曲が進まないので、もうそれはもう本末転倒。まずは、曲ってアレンジじゃないので、主になるね、モチーフ、まあ、J-POP でいうこのメロディーを先にどんどん作っていかないといけない。と言いつつ今やってるのは俺はここにこだわってる。とりあえずズッチズッチを入れとこう。困ったらズッチズッチですね。で、コマンド D っていうのをよく使うので、こう、はい、終わりみたいな。いや、ちょっとサビっぽくなって嫌だな。ここも8分だな。本当はハイハットも半開きみたいなとこ分けたりするんです。分けないと、盛り上がりが表現できないんですよね。ドラムの盛り上がりは細かいベロシティでは表現しきれないんで、大体ハイハットの開け閉めでクレッシェンドしてるのがどうしてるのかっていうのを明確化してますね。ちょっとメロディーも気に食わなくなってきたんで変えると思う。っていうのを今念頭に置いてます。多分メロディー変えますね。僕が今感じてる違和感は、ドーって伸ばしてる割には、次がアボイドなんですよね。アボイドなんだね。ここで気にしてるのは、僕は今気にしてるのは音形ですね。そうです。セクション変わった時によくやるやつですね。割と A メロ自由にメロディー動いてた気がするので、すぐにメロディーの繰り返しをちょっと聞かせてあげるっていうのを僕意識してますね。セクション変わった。まあ、繰り返しっていうかリズムね。タタンタンタンタタンみたいなの打ったんですけど、このタタンタンタンっていうのを、タタンタンかな。ここら辺がモチーフになってます。タタンタン。跳躍して、支部だけ落ちるみたいな。つながるかな。ちょっと息継ぎが苦しそうなので、この辺のドア省いていく。ブレスできないと聴いてる方も、苦しいので、結果いいメロディーじゃないって思われちゃうことが多い。でも、畳み込んでる気持ちよさもあるんですけど、これは畳み込んでる気持ちよさじゃなくて、ただ息苦しいメロディーになっちゃった。今なんか流れで来てると、なんとなく伸びやかになってるので、こうやっぱその歌ってる歌手のブレス使いとかを聞きながら、聞きたい箇所かななんつって。
なんかここ爽やかすぎるような気がする。ここね。ここね。ちなみにこうやって今、これ僕今 B メロのつもりで作ってるんですけど、ここの後 B メロ後半行くわけですよね。B メロ、何か後半、どっかの後半に行くときに、みんな、その言葉を意識するかわかんないですけど、よく言われるのは句読点的に、ドミナントを打つみたいな、半終止って言うんですけど、半終止はやっぱり繋がるんですよ。どうやっても後半に繋がるんですけど、これも疑っていかなきゃいけなくて、予測しやすい。予測しやすいっていうのは、気持ちよさっていう王道を行くことでもあるんだけど、割とつまんないことが多い。ちょっと簡単に言うと終止と半終止っていうのがあると思って、他にもあるんですけど、完全に終止するのと半終止っていうのがあります。普通に終止っていうのは、これ曲の進行だとして、これですね。終わっちゃいます。もしくは、偽終止って言っていくんですけど、これは終わった感じがします。たどり着いた感じがします。半終止は、なんか放り流されたみたいな。いわゆる着地しない感じですね。着地しないんだけど次に繋がるから、次で着地すればいいっていうスタンスのやつです。後半。だけど、今俺聞いてる感じで、ここで半終止使うと飽きるかなみたいな。実際こういうとこで一回終始、偽終止とかで終始させてもいいわけです。ちょっとやってみます。でも、それもなんか流れ的におかしくなることもあるので、おかしかったら半終止のまま行くっていう感じです。常に選択肢があるので、なんか一回選んだからめんどくさかった他のを試さないじゃなくて、ちょっと試さないといけないですね、こういうのは。で、ここに選んでるコードも良くないですね。これオンコード。A マイナー。これ合わなそうだな。これ合わないな。ちょっと今の A マイナーっていうのを打ったんですけど、展開がおおらかに来てたのがいきなりここだけセコセコしちゃう進行になったので。これはちょっと良くないなと。こういう時にモーダルっていうのがよく使えるんですけどね。モードですね。C って、C メジャースケール、これ本当よく使うんですけど、C メジャースケールって、あれなんですよ。イオニアンか。イオニアンから、モード、これも詳しい解説はしないですけど、いわゆるスケールの種類を変えるんですよね。クラシック風に言えばこの自然多音階っていう風にこう変えると、自由に、メロディーが行き来できるんですけど、そんな技があって、それの2-5を打ってみます。こうするとなんか、さっきこの実はモーダルを B メロ前に入れたので、ちょっと統制も取れるかななんです。で、ちょっとこの辺で刺激が欲しいなみたいな。刺激ってそれぞれにみんなあると思うんですけど、僕の中の刺激はいわゆる3和音ってドミソとかなんですけど、ドミソじゃなくて、ドミソって普通に C、C マイナーなら C マイナーなんですけど、フラットフィフスさせたり、シャープフィフスさせたり、俺の中ではこういうのは刺激って言ってます。テンションなんかあんま刺激じゃないですけどね。ただおしゃれになるだけであんま刺激じゃなくて、いや僕の印象はそうなんです。こういうのを挟んだり、こういうのを挟んだり。ちょっとやってみようかな。そうね、ちょっと変化を入れてみる。これも戻りたくなったら怖いので、僕は消さずにバージョンを使ってますね。これ新規バージョンにすると全部消えちゃうんで、
バージョン複製っていうのをやると、Cubase では便利ですよ。僕の中で浮かんだのは今刺激なんどうのこうの言ってたけど、先にメロディーがなんか浮かんだので、それに合わせたコードを入れます。全然刺激じゃなくなったんです。さっきパラッと弾いた時に、このね、ソレードってあるんですよ、これ。これもう決まり文句みたいなもんですよね。やれば気持ちいいんですよ。やれば気持ちいい。もう、J-POP は規定演技です。規定演技の中でどうやるかっていうのも、工夫もあるけど、やっぱ、王道も知らないといけないですけど、このソレードはもう当たり前の王道ですね。この3度マイナー、6度マイナー打った時の、これを気持ちいいところで使う。好きなところで使う。これを連発してもまたかよってくどくなるんで、全然こんなの使ってない曲で、ソーレードっていうのをやると、優しいやつだなみたいな。すげえ嫌なこと言ってきたのにいきなりいいやつだなみたいな。今僕この曲テンポ速いんで、テンポ速い曲は基本全部8分音符のクオンタイズで演奏クオンタイズしていきます。もしそこに16分の決めとかあったらそこだけピンポイントで、16分クオンタイズをかける感じですね。基本弾いてクオンタイズかけてみたいな。僕もこれできなかったんですけど、やっぱできるようになってよかったですね。このコードをただジャーンって弾くとか、コードをペンで打ち込んでいくってやっていくと、多分この今適当に弾いてるんですけど、これやるだけで結構時間かかっちゃうんで。こういうやつですね。こういうやつを入れて、いきなり重心が高くなっちゃった。さっき言った0度って気持ちいいのって言ったんすけど、ここで入れると気持ちいいじゃなくて予定調和になっちゃうからやめました。予定調和とやっぱ気持ちいいは違うんですよね。部分ではやっぱ予定調和だったりするんですよ。みんなその気持ちいいのって。例えばカノン的なメロディーとかって気持ちいいじゃないですか。ああいうのは僕も入れますけど、結局どこで裏切るかっていうのを、予定調和をやる人でうまくいってる人はみんなやってると思います。外し方を。でそういう1小節でも2拍でも1拍でも、そういう工夫をやっぱコピーっていうか、音楽聴いてる中で見逃さないようにするのも重要ですね。どこが気持ちいいのかみたいな。やりすぎずやっていくといいんじゃないですかね。だから僕今言ってたのは、こう入れたんですよ。こんなの絶対こんなの誰でも想像できるでしょみたいな。こういうのは割とちょっと恥ずかしいメロディーっていう感じですかね。これはやっぱ避けたくなってきましたね。なんでコードからちょっとここがちょっとやっぱり悩みどころになってきましたね、少しね。ここの瞬間、このインパクトまでは間違いないと今確信しているので、そこは活かしますね。今ここまで作ったんですけど、よくいる人で、僕は今ここを作りたいから考えるんですけど、これ一からずっと聞いて何回も繰り返すっていうのは本当時間の無駄ですね、これ。作業の時間の無駄でもあるんですけど、人生そんな時間ないんだからっつってトータル人生の時間の無駄になります。作業したいとこだけをまず考えて作って、戻っても、この辺だろうな。本当一からこっから聞く人いるんですけどね、本当ちょっともったいないです。あとやっぱ僕も今ちょっと悩み込んじゃって、いくつかパターンが浮かんで、もうパターンはとりあえず全部打ち込んでやっていくみたいなね。目的は爽やかにしたいので、爽やかにできるコードをちょっと選定して出てます。メロディーも一緒に浮かんでます。
今の僕メロディー浮かんだのだと、さっき半終止終止問題あったんですけど、サビ行く前は終止で終わりそうな予感ですね。で、サビにゴーみたいな。これは終止しちゃってますね。テンション入れようかな。メジャーセブンス系の筋が見えてきたね、これ。このメジャーセブンスは、例えばヨドに、一般の人ってヨドに入れてもあんま分かんないんですよね。この印象ってあんまり汲み取りきれないんですけど、一度ってその曲の一度のメジャーセブンスは曲自体を変えるので、普通のナインスドミソにレを足したトニックなのか、こっち系なのか、こっち系なのかで割とジャンルが変わってくる。今僕メジャーセブンス系が見えてきたなっつったのは、これメジャーセブンスなんです。C のメジャーセブンス。これ入れないと割と元気。入れるとちょっと甘くなる。でこれ甘くすると出だしがそんな風にしてないので、そういう風にした方をするとどうなるかっていうのもちょっと聞いてみた。自分例えばこれ最初メジャーセブンス、これさっき言ったソドレソって言ってドソドレソ C ナインス系なんですけど、ナインス系じゃなくてメジャーセブンス系にもうちょっとここはちょっとアレンジが必要だな。割と今言ったメジャーセブンスか普通のやつはジャンルが変わるぐらい変わるので、そうなってくるとちょっとコード感だけど見直してみようかなみたいな。でも割と今聞いてみたらあれが普通にストレートでもこっちやっても大丈夫かななんて思って残しとこうかなと思いました。サビを入れるわけですけど、とりあえず僕はこういう時この四つ打ちで打ったところをもうこうバーッと大雑把にもう永遠に入れておきます。クラッシュどこで鳴ってようがとりあえず入れますね。よくこういうのスタイラスでやったりしますけどね、僕。今は生ドラム打ち込んだんで。サビをちょっと変わったやつにするかしないかっていう問題もね、その案件によってあります。ここまで爽やかなの、ね、何が合うのかな。爽やかで来たんで逆にグッとマイナー系で始まるのはめちゃめちゃありですけどね。思いますね、こういうのね。結構明るいですもんね、これね。こういう流れの系統だと暗いんだけど。転調もありそう。いや。A に転調は結構ありだな。いや、ね。
で、割とここで意識しなきゃいけないのが、サビに入る時のやり方なんですけど、拍の頭なのか前なのか後ろなのかみたいな。それを実は A メロ B メロと変えると、同じでもいいんですよ。同じでもいいんですけど、変えると一気にインパクトつきやすくなりますね。あと A、B で使ってない譜割りを使うとかね。ただアドリブ的に作っていくと印象に残せないんで、譜割りばっか考えててもなんか、あんまメロディアスじゃなくなっちゃうんで、実はだからこういうとこって、譜割りをまとめるとかは今僕は理論的に考えてるんですけど、元はね、いろんな曲聴いて培ったものが適当に弾いてもいいメロディ一発で出てくるのが本当は理想です。でも僕割と出てこないのが多いんで、とかあと、締め切り間近なことが多いんで、結構策略的に作っていくことがやっぱ多いですかね。なんかよくいるじゃないですか、その理論全然わかんねえみたいな。わかんないけど、いい曲できちゃうみたいな。そんな人はね、こんなこと考える必要ないですよね。ただなんか行き詰まったら、煮詰まったら考えた方がいいです。そうすると割とすぐね、解決つくうちが。例えばなんか、A メロ、B メロめっちゃいいのにサビが良くないみたいな。A メロ、B メロめっちゃ良かったら絶対サビいいの出てくるからみたいな。何かっていうと、A、B でやってないことやればいいんですよ。インパクト出すと、メリハリで。この特徴は割とロングトーンで始まっているみたいな。動きながら始まってる。だからロングトーンスタートとかは避けようかな。あと、メロディのピッチの上下も使ってるから、あんまり上下しない、メロディがステイするやつを使おうかなって、策略。ちょっと使いたい音域が今あって、使いたい音域があるんですよ。何かっていうと、今これ今言ったように女性キーなんですけど、ファとミっていうのを使いたいんですけど、全然僕のよく歌ってもらってる仮歌の子なら出るんですけど、一般的ではないです。なので、ファミをミレまで、ミレもきつそうだな、レドかな。まで使える、伸ばせる、ファルセットで伸ばせるキーに下げるとするとっていうとこですね。4音下げしなきゃいけないんですけど、4音下げると、最低音が G なんで、もう結構やばいことになると。そうすると、ファミは捨てる。ということで、サビでやりたいことがこう削られていってしまいますね。先に決まっていくと。そういう時は、例えば後でよくあるのが、サビだけいいのがあって、じゃあ A メロ B メロ作ろうっつって、A、B めっちゃいい感じなんだけど、サビがキーが合わないみたいな。高くなったら、いいや、無理やり、いいサビだから無理やり使おうってやると、トータル的に良くないことになりますね。で、そこで無理やり転調使ってね、キー合わせしに行っても良くなかったりもしたりするから、そういう時はもう迷わず吐き捨てないといけないですね。いいと思っていたサビ案を。今悩んでるのは、淀始まりにしようか、一度始まりにしようか。淀始まりにすると、割と安定したサビの出だしがいけるんですけど、よくあるので、多分一度スタートよりも、両方よくあるんだけど、っていうとこですね。始まれの1度か4度か6度で、よくね、これが多分トップ3ですよ。始まる度数トップ3。2度マイナーから始まるっていうのもあります。3度マイナーもあります。5度もあります。7度はないです。聞かない、あるけど。頻度はやっぱ1、4、6で始まるのが多いんですよ。C か F か A マイナー、C メジャーなんであれなんです。これね、何度で始まるってやつはね、覚えておいた方がいいですね、これ。3度で始まるのとか知らねえよとかね、5度で始まる、5度スタートのサビなんて知らないよ。ちょくちょくあるので、調べると面白いですね。でも今はそういうの合わなそうなので、鉄板ね、1か4か6。これなんです。絶対これなんです。決め牌が入ろうが何しようがこれになります。それをどうするか。終わり方がやっぱ終始で終わってるから、インパクトつきやすいんだけど、やっぱマイナーが一番いいかな。
さあ、どうしよう。悩むなぁ。悩むなぁ。うまくいかないときによく考えるのは、サビのドア玉、さっき言ったんですか、アウフターフト、手前から入るかドア玉で入るかちょっと遅れて入るかみたいな。それをちょっと試すわけですよね。何にせまだ4度か1度か6度が決まってないっていうね。これもなんかよくあるポイントなんですけど、またこれも細かいね、理論とか省きますけど、セカンダリードミナントの251で、4度に行く251っていうのがあるじゃないですか。で、C メジャーで説明すると思うんですけど、この時によくやってんのが、G マイナー C7F っていうめちゃめちゃ気持ちいい進行があるんですよ。で、これみんなよくやっちゃう人が多いんですけど、こう挟んだ時に、この C メジャーのナチュラルの C を使っちゃうみたいな。もうちょうど今やりそうになったんですけど、これってめっちゃアボイドになっててダメなんですよね。でよく流れ気持ちいいままやっちゃいそうになるんですけど、こういう時はこれ完全にアボイドなんで、僕はヨドシャープのハーフディミッシュっていうのにいつも変えます。こうするとアボイドにならずいけるので、これを今ちょっとやってるんですけど、これがヨドの、2。ここ本当は5にすると、2、5っていう、こんな感じの響きなんだけども。これが良くないんですよね。このらしいっていうところで半音でぶつかってるんで、なんか一瞬もわっと濁る。ドミソって弾いてんのにどのシャープ弾いてんのと一緒ですからね。ここで初めてのハイトーンが出てきて、これはちょっとロングトーンにしたいんだけど、そうするとやっぱキーを全体的に下げなきゃいけない。なんか決めいけないかな。ちょっと、これはアイディアでただ入れただけ。いいメロディーなのかどうかも俺にはわからないですが、とりあえず入れて、ここになんかコードの決めを入れられないかなという、お試しを先にメロディーで入れとくっていう。こんな感じでサビはオードにすると、やっぱ、なんか J-POP に帰ってきた感がしますね。オードに聴かせるとこは聴かせるっつってね。サビ入ったとこなんて、こんなコード進行で、これトニックに当ててるだけなんですけど、絶対どっかにありそうなんですけど、そこをなんとなく使いながら、どの曲かも思い出さずに使いながら、なんとなく自分のオリジナリティを入れていこうっていう。難しそうなんだな。下から行ってファミレド。このファミレドも最強っすね。さっきレドって言ったけど。ファミレドもなんか、
ファミレードの時にやっぱオルタード系のテンションを5度入れるとグッとくるかなみたいな。まあ俺は来ます。よくいやメジャーセブンスで終わるとかね。いいっすね、好きっすね。で、ここから、よくはやってるんですけど、まあ、こういう甘い系というか、メジャーセブンス入れたならばやろうかなっていう。絶対じゃないですけど、20曲に1回ぐらい使ってますね。その、ちょっと腸を浮かせた強進行っていうのがあって。コード次第なんだな。メジャーセブンス行くとダサい気がする。このファミレードがちょっと予定調和に聞こえてきちゃった。どまで下がるのは良くない。ダメだ。そう。本当に指導でいいのか。まあ、ここはありだな。もうほぼほぼ今ね、できて、最後ケツをどうするかっていう。ただメロディー終わって終わるだけでもいいんですけど、実は聴いた後のもう一回聴こう感っていうのはイントロの良さとアウトロにあって、まだイントロこれつけてないですけどね。終わった後の余韻っていうのはちょっと割と重要っていう。かっこよく終わるのか、それともキュッと終わるのかみたいな。かっこよくつうか、スッとね。まあこれはなんかスッといこうかな、スッっていうのは気持ちよくいこうかなと思ってるんですけど、読量感というか、聴いた後に、ああ、あの曲また聴きてえな、みたいな。それがやっぱアウトロとイントロみたいな。めっちゃ重要なんですよね、その。メロディー終わりと曲始まり。これがね、サビ以上に悩んでるかもしれないですね。やっぱね、覚悟しなきゃいけないのは、この甘いの入れて決め入れると、もう、みんながやってるからっていうのもあって、アニソンっぽくなっちゃうのは、しょうがないですね、これ。別にアニソンにしてるつもりないんですけど、決め入れると、こういうので決めるとアニソンになっちゃうんですね、今。ずっちずっちやんなきゃいいんだろうけど。四つ打ちじゃなきゃいいんですね。あ、そうだ、四つ打ちじゃなきゃいいんだ。今、その、よく僕やるのが、基本ドミナントを打つときは、G だったらソシレじゃないですか。まあ、G7 だとソシレファなんですよ。まあ、これって割とアカデミックだったり、よくね、理論書だとトライトーンつけて増5度でソシレファにしろとかなんですけど、まあ、これってやっちゃうと、解決感は強いんですけど、その響き的に学生っぽいっていうか、まあ、いわゆるアカデミックっつってクラシックっぽかったりなっちゃうんで、基本 J-POP だとあんまやんないんですよね、そのセブンスってね。G7 とか5度のセブンスってやるんだけど、やるけど、もろ出しちゃうとダサいんで、やってもなんかギタリストがやってるぐらいに、でぐちゃぐちゃしてごまかすみたいな。あんまやんないですよ。ピアノでもろ出しちゃうとダサいんで。こういう時僕は、オンコードっつって、度数で言うと5分の4とか5分の2度マイナー7ってもう言っちゃってるんだけど、G 分の F とか G 分の d マイナー7だとかありますありますあります。で3度ソシレの C を鳴らさないっていう方法です。
いわゆるテンションです。テンションやってるわけです、これ。で、いわゆるでもこれはつまりドミナントなんですよ。その5分の4の形であれば。ってことは C メジャースケールなんですけど、C を元にしたその5分の4とか5分の2ドマイナー7をもう打つと、それは何かのキーのドミナントになるんです。これだったり、こういう響きだったりね。こういう響きだったり、こういう響きだったり。で、こういうのは、いわゆる C のキーの G だったら G ってわかるんですけど、他のルートでやられると、例えば C でやると、上がそうシのフラットとか入ってくるんです。何のキーか一瞬わかんなくなるんですよ。何のキーか一瞬わかんなくなる。で、僕がよくやるって言ったのは、何のキーかわからなくするんだけど、メロディーは一応含まれてる。C メジャースケールのメロディーは含まれてるやつにして、コードだけ変化させていくっていう。ちょっと何言ってっかみたいな感じなんですけどね。で今、ファっていうメロディーを今、僕弾いた、デタデタデタってやってたので、ファをとりあえず含む別のキーのコードを持ってきてます。すると、メロディーはドレミファソラシドの中にあるのになんかコードだけおしゃれになったぞっていうのが、マグレでも演出ができます。まあこれやってるのマグレじゃないですけど、理論があるんですけど、とりあえずなんかメロディーを含むコードを C メジャースケールのメロディーを含むコードをぶっ込んでみようっていう作戦です。これ慣れないうちは勘でいいと思います。勘でいいんですけど、慣れてくるとやってることが分かってくると思うんですけど、これなんでやるかっていうと、これもマンネリを防ぐというか、予想外のものをちょっとぶっ込む策略になる。大体失敗するんですけど、これは試行錯誤してよくやりますね。メロディーを含む、別のキーのコードを使うっていうのをちょっと今チャレンジしてます。これメロディーまでね、他のキーになっちゃったらおかしいんで、こんなメロディーやるバカはいないよと。あくまでドレミファソラシドの中だけでメロディーは使う。コードは別のキーの音を使う。難しいな。ちょっと僕は今やりすぎようとしてますね、これね。良くないのがいいのか分かんなくなってきましたね。これを瞑想と言います。最後がかっこよく決まると、なんかテクいことやってんなと思われたい欲みたいなのが出てくる。それいらないんですよね。自分でそうです。いらないんですけど、うまくいった時によっしゃーってなりますね。大体うまくいかないですね。大体長引いて終わる。嫌だな、こういうの。これが一番ね、作曲で辛いやつ。本当に。うまくいかないんだな、これな。ここが。いくらでも解決方法はあるんだけど、せっかくだからってね。いらないせっかくなのかもしれない、これは。いや、いるのかもしれない。どうなんだ。教えてくれ。うん、できた。メロは。呼吸だな。ちょっと短かったな。短すぎたな。
という感じですかね。ワンコーラスだと。ただ、ちょっと B メロ行くときに、なんかさっき言ったじゃないですか、短くしてみるみたいな。ちょっと短すぎたなと思って、ちょっとここを少しだけ。普通に行くと、2小節間 FG と。これは確かに。で、ちょっとここに1小節足したいから、まあ、こんな時は、あれですね。コントロールシフト E で空白を作りましょう。これもよく使うやつですね。そうね、ちょくちょく完全な決めみたいなのは入れていくかもしれないです。さっきのダダスだと本当は入れたかったんだけど、まだ入れてないです。違う。ここは入れたいですね。ここもいいとこも入れすぎると、完全にね、アニソン化するんですよね。嫌なわけじゃなくて、今別にポイント絞ってないから、なんか安直なアニソンに聞こえるのが嫌だなっていうね。で、実はまあ、この今ピアノ入れてるんですけど、プリセットで音いいの選んだくと、これもモチベアップですね。このグランドールってやつは、プリセットで、ポップクリーンってやつ選んでますけど、パキッとしますね、急に。邪魔だったら僕低音これ、ローキー、低音ちょっと削るの。削りすぎたあれだから。ちょっと削って。な感じのメロディーまだここ入れてない。ちょっと上向きのメロディーを入れておきましょうかね。こうしとけば、なんかアレンジでなんとでもなりそうな尺にはなりましたね。そうですね。締まりました、締まりました。まあ、こんな風にトライアンドエラーっていう感じですかね。で、ここで、一旦僕はいつも、まずドラムを整えますね。仮で入れてたギターはオフ。ピアノにだいたいリズムの目安を打ち込んであるんで。どうしようかな。切ろうかな。これも多分。ギター入れたらこれ。
裏に入れてもあれね。裏に入れてもいいけど、なんかな、煽る感じになるからな。裏ももうこの時点で入れちゃう。ハイハットはちょっとめんどくさいんで、これは後でやるんですけど、いつも。今ちょっとクオンタイズで入直して、で、それをハイハットの種類を下の方にね、このオープンとかクローズが入ってるんで、盛り上がりに上がってハイハット開けていくと、勝手に盛り上がりが演出できます。それは、ちょっとめんどくさいので、全体が固まった後にレコーディングしていく感じです。で、さっきこれは全部終わった後、手で打ち込んで音色を変えるって言ったんですけど、音色が完全に違うイメージなんで、ここは先にこうやって打ち込んじゃう。そうだ、僕も一回一時期やってた時あって、やっぱそのコピーした経験が少しパターンの知識になってますよね。口ドラム、口笛とかってよくですけど、その口ドラム、自分でドラムやってみて、なんかね、少年とかもギターでよくリフのモノマネしてるじゃないですか、弾きながら。あれって実は編曲の脳みそがあるってわけで、そうやって歌えてるんですよ。それ具現化できるかどうかってだけで。ドラムをこう口ドラム、ドゥクテンスクスンテンとか言ってんすけど、これをすぐこのキーエディターか、ピアノロールに打ち込める能力があればいけるみたいな。僕はだいたい口で歌ったのは大雑把だけど入れられます。で、これ万々歳なのは生で差し替えるときは、これ入れとけばドラムの人が汲み取ってくれる。あ、これやりたいのね。これどうしても自分で納品するときは、BFD とか、スーペリアについてるね、右の貼り付けるやつあるじゃないですか。これなんとか貼り付けて、これに近いパターンで持ってくる。意地でも探さないといけないですね。それ探すのが大変です。ここは食った方がいいな。こうやってやりながらメロディー変えたくなるとこがちょっとあるんですけど、大幅には変えないけど、ここちょっと応用聞かせたいなみたいな。昔の J-POP って、まだそんな発達してなかったっていうかね、今それを踏まえてやってるけど、その出だしだったじゃないですか、そのキャッチーな。その頃はやっぱこう、リズム重視ってよりもメロディーでアコギ一発で聴かせるみたいなのが多かったですけど、やっぱ今こうやって、ね、ほとんどに90年代とかのメロディーリバイバルっていうか、引用してるじゃないですか。なんで、やっぱリズムでとかアレンジ工夫を頑張んなきゃみたいなとこあります。16分キックが使えるか、多分使えない。だってメロディーが8分だから。これ独り言です。よく言ってます、こういうの。なんかこう入るときになんとなくインパクト弱いのは、大体がベロシティのせいっていうことが多いんだ。キックが今ね、ベロシティが弱いはずなんですよ、これ。なんとなく。こことかね。他が結構ありそうなので、こういうところをちょっと一旦、サビを一旦ね、ベロシティ127にします。ニュアンスとかつけてる場合じゃないです。まずは。で、それでジャンル感変わるのなら下げるという感じですね。でもこの一拍目のドスンがこれですね。サビ入った感が。これ、ないと。
なんかぬるいっすね。はい。やっぱこれはあっていいですね、この感じ。大正解です。まさに分かりやすくやってます。もうこれに嫌気がさしてる時もあります。制作の日々。そんな時はあえて避けるんですけど、結局やるじゃないですか。曲の最後あたりで、ちょっと四つ打ち試してみっかって試すと、めちゃくちゃ気持ちいいみたいな。そう、偉大です。で、ちょっとこれも24で少しサンプルをというか、変えて、えっと、ベロシもちょっと変化させてます。なんかうねりが生まれます。どうだけど、タマが欲しいな。そうですね、僕ミスタービッグの、もう亡くなっちゃったんですけど、パットトービー好きで、パットトービーの教則ビデオを買ったら書いてあったっす。これが。それをずっと今でもやってるっていう。歴史が。昔ね、昔買ったんですけど、ずーっと練習してた。パットトーピーのビデオ。で、こういうとこも頭から入るというよりも、ちょっとフェイクかけて、違うとこに脅迫入れてやるのはすげえありなんですよね。ダカボコバーンみたいな。よくやりますね。ダカとコバーン。ダカとコバーン。まあ、これなんかみんな知っててますけどね。決めの時にね、オープンとキックで決めを強調してあげると、まあ、これやりすぎるとアニソンになるんで気をつけないといけないですね。で、これね、ショートカット僕も入れてるんですけど、この V でベロシティ入れるようになってて、さっきみたいに選択して、コントロールシフトでベロシティ変化のスピーカーのマークになるんですけど、いいですけど、選択して V やって、範囲指定っていうのがあるんですけど、これもコツがあって、127にすぐできる。一発ですね。決めいらねえな。スピード感が落ちますね。やっぱ決めいいんですけど、スピード感落ちるところは、そのまま突っ切る。上物に決めを任せる。とりあえず、全体打ち込んだんで、聞いてみます。っていう感じですね。曲を作る商業作家、商業、飯を食いたいとかそういう思いがある場合ですね。僕はそう言って商業作家をやってるわけですけども、やっぱりこれ全部アイデアなので、ただ曲を気持ちいいままに作るのもいいんですけれども、一アイデアをいつでも入れるっていうことを念頭に置かないと、インパクトは残せないので、それっていわゆる飯が食えなくなる、インパクトを残す、何か一つやってやろうっていう気持ちでいつも曲を作るっていうのが、とても大事だと思うので、それをいつも頭に置けるといいんじゃないかなと思います。改めて作ってみて、なんか僕が言うのもおかしいですけど、
すげえ難しいなと思って、曲作りが。じっくり作ってみると分かるものがみんなあると思うんですけど、やってることって同じだと思うんですけど、結局悩むところは多分一緒だったりすると思うんですよね。メロディーだったりリズムだったり。なんか今日は改めて作って難しいなと思いました。ありがとうございました。